今回はスイフオーディオから出たチュッパチャップスみたいなギターワイヤレスを紹介します。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。今回はスイフオーディオさんから提供いただいたギターワイヤレス WT09 のレビューをしていきます。今回は先にアジェンダを出しておきますね。開封、使用確認、実使用、比較検証、そしてロケに行ってきます。はい、普段はですね、開封ってあんまやらないんですけど、今回はちょっとやりたいなと思ったんですよ。なぜかっていうと、これなんか箱かっこよくないですか？この綺麗な外箱を見ていくところからやっていきたいと思います。これね、こんな感じでなんか箱がすごい高級感あるんですよ。すごいなんかこのマットな質感の紙。おー、なんかいちいちかっこいい。あとクイックスタートガイドとか日本語も書いてある。サイトに載ってたトリセツと違う。これがトリセツ関連で、こんな感じで入ってますね。じゃあいよいよこいつ見てみましょう。スイフオーディオ。今度グリーンなんだな。なんか珍しい色で、これをどうするんだこれ。パカッと、パカッと開いた。あ、これマグネットでちょっと見て。ここのマグネット、ここのマグネットはこうくっつくんですけど、こっちこれここ空になっちゃってる。これあ、磁石がこっち側にくっついちゃってますよ。そんなところもありました。はい、で出てきましたね。こんな感じです。はいはいはい。どっちがトランスミッター？あ、ここにね、これ型でこうね作られてるんですよ。成形で見えるかな？これ TX って書いてあるの。TX。だからこっちは RX。これスピーカーマーク RX ってスピーカーで書いてあって、でこっちは TX ってギターで書いてあるんですけど、これパッと見分かりにくいですね。パッと見分かりにくいけど、一応そういう風に書いてあります。で、これは多分ボタンになってるんだよね。そう。これで電源入れたりするみたいです。で、ここにこの、電源のインジケーターとかがあるようですと。で、こんな風に曲がると。これで、プラグ周りの角度に合わせてこの辺を調整しましょうってことみたいです。あ、そうそうそう。最初の方に言い忘れましたけど、これね、技的マーク、ちゃんとあります。ここ、ほら。で、パッケージに技的マークあります。なので、はい、国内で安心して使えますし、こういう風にね、ちゃんと日本で売ること考えて、ちゃんと認証取っててくれてるっていうのを、メーカーの誠実さを感じるところかなと思います。で、これちょっと見てわかると思うけど、これ艶消しな感じなんですよね。だから、経年変化でベタベタしてこないかなっていうところはちょっと気になりますが、ほんとちょうどチュッパチャップスぐらいの大きさってぐらいの大きさです。はい、ではざっと仕様の確認をしていきましょうね。仕様はスイフオーディオのサイトで見ていきます。何やらマエストロシリーズだとかマスターシリーズとか書いてありますが、気になる記載がありますね。これパッシブピックアップを搭載した楽器専用に設計されており、ハイインピーダンス入力ダウンということでパッシブ向きだそうです。これがどういうことなのかは後ほど検証してみましょう。で、ロスレスとか超低遅延とか言っていますが、数字としてはこんなスペックが謳われています。これサイトの数字ですね。で、CD 帯域の周波数特性があって、遅延も 4ms ってことですが、実はこれ、マニュアルの記載と数字が違うんですよね。これマニュアル、サイトで落としてきた PDF なんですけど、それを見ると、こんな感じの数字なんで、特にチャンネル数と全高超波歪み率が違ってるのかななんてところです。さらに言うと、さっきのクイックスタートガイドなんかにはどう書いてあるかっていうと、日本語のページで見てみましょう。こうなってます。スペック。チャンネル数6、累点子 4mm、全高超波歪み率 0.04% 未満。っていうことは、これサイトの方が正しい。サイトの方が正しいというか、ついてくるマニュアルと同じって感じですね。倍率 0.02% っていう素敵な数字はなかったってことですか。残念。ということで、右下の製品パラメーターって書いてあるこの
PDF の値とは違ってサイトにあったこっちの数字が正しいようです。こういうところはねちょっと信頼に関わってくるんで、水宝利用さんちょっとこの辺は丁寧に記載した方がいいかなと思います。PDF は引っ込めてね、この素敵なユーザーマニュアル、こんなかっこいいの作ってあるんだから、これも PDF で公開しちゃえばいいんじゃないかななんて思います。はい、続いてですね、ちゃんとギターにつながるかどうかってところを見ていこうと思います。トランスミッター側どっちだこっちレシーバーだ。こっちトランスミッター側なんですけど、これマークとかつけといた方がいいな。こういうねレスポールみたいな普通のやつだったらこうブスッと刺すだけなんで全然こう問題なくつきますよって感じですよね。こうか、よいしょ。何の問題もない感じだと思いますが、じゃあ他の形だとどうなるかってところですね。ちょっと順番にやっていきましょう。はい、まずこれアイバニーズの J カスタムなんですけど、 J カスタムってこういう感じなんですよ。こんな感じになってるんで、ここにちゃんと刺されますかってことですね。ブスッと、全然余裕ですね。全然余裕です。くるっと。じゃあ続いてはじゃじゃん、よいしょ、キラーファシストバイスミルキーウェイですね。これもね、ここに船型がついてるんですよ。船型、普通の船型だからな。フェンダーっぽい船型だから、これもちゃんと入りますね。こんな感じで尻尾生えたみたいな感じで使えそうです。うちのギターでいわゆるなんていうの、レスポールタイプじゃないアウトプットジャックをつけてるのが今言った3つなんですけど、キラーとこいつは同じような一般的な船型ジャックが横についてるのかな。だからこれも全然問題なく横につきますね。こんな感じです。じゃじゃん、よいしょ、こんな感じ。はい、じゃあワイヤレスとシールドで聞き比べてみましょう。シールドです。全然違いが分かりません。一応ハイゲインでもやっとくか。弾いてる本人はあまり違いを感じませんね。ヘッドホンだからっていうところもあるかもしれないですけど、少なくともアンプシミュレーターとヘッドホンだと、ほとんど違いを感じてないです。はい、こんな感じでですね、シールドと置き換えてみても優位な差は感じられないですね。シールドから乗り換えても全然問題なくワイヤレスの開放感は味わえると思います。はい、それではさようならってしないのがこのチャンネルです。さあ、ここからはマニアックにいってみましょう。それでは詳細を見ていってみましょう。いくつか評価観点を出してみました。パッシブ専用だけどアクティブだとどうなる？性能を数値化してみよう。通信距離を他社機種と比べてみよう。まずはアクティブピックアップでの動作の確認ですが、ちょっと聞いてみた感じでは特に問題を感じなかったんですね。なので厳密に見ていこうと思います。具体的にはアクティブの強い信号が入ってきた時に波形が潰れないかってところを確認してみました。で、上の波形がシールドで引いた時、下が WT09 の時です。アクティブだからといって大きすぎて歪んでしまうっていうことはなさそうなんですが、微妙に少しだけなまっているっていう感じかなというところです。ちなみにピックアップは EMG の81ですが、
9V 駆動でも 18V 駆動でも長間的には歪んでいることはありませんでした。次に性能を数値化していくところに行ってみましょう。レイテンシーの実測ですね。レイテンシーはどのくらいかっていうと、こんな感じ。平均で 3.6 ミリ秒、3.6 ミリセカンドです。これは音速からすると 1.2 メートル離れた距離に相当します。なので、シールドで弾いてる時と比べてアンプから 1.2 メートル遠ざかったくらいの音の遅延になりますね。まあ2歩下がったくらいの距離ですので、遅れをほぼ感じないなっていうのも当然なのかなと思います。ではさらに周波数特性どうなっているかというと、ピンクノイズを通した時の周波数特性がこちらになります。だいたい綺麗に重なっていて 50Hz 以下とか 5kHz 以上がちょっと減衰しているっていう感じです。まあでもそのあたりの帯域ってギターの帯域としてはほぼ影響しないような成分なので、ギターでの利用については影響なしって言えると思います。最後に他社機種との比較をしてみましょう。ベンチマーク対象としては定番機種の LINE6、安定と信頼の BOSS、最近増えている格安ワイヤレスとして M-Wave を取り上げてみました。まずはカタログスペックからの比較ですが、BOSS や LINE6 はレイテンシーが短いですね。ただ WT-09 も実測で 3.6 ミリセックと大きくは負けていませんでした。今回の実測比較は一番上の伝送距離について比較します。題して玉川サバイバル第1回ギターワイヤレス限界テストということで、測定の仕方はこうなります。鳴らしている音源をヘッドホンアンプで4分岐してそれぞれのトランスミッターに接続します。電波で飛んでいってそれぞれのレシーバーで受けた音を MTR で全チャンネル一気に録音します。少しずつ離れていきながら音がつながっているかどうかってところを確認していきます。録音波形全体のうち一定のレベルが出力されている割合を接続率として計算します。今回はそのためにツールも作っちゃいました。なお、格安ワイヤレスの比較検証用に M-Wave を使いますが、こちらは技歴マークがないので、総務省のサイトから電波利用申請の手続きを行っています。はい、今多摩川に来てます。多摩川の夕日です。夕日も沈んじゃった。これからここで無線の実験をします。こんな感じで MTR に全部つないでます。順番はこうです。LINE6、M-Wave、BOSS、SWIF オーディオ。これでやってみます。ここからスタートです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10メートル全部快調に動いてますね。はい、こちらが実測した結果です。波形の左側がスタートの地点で、右に進んでいくにつれて距離が離れていきます。右端で 100m です。波形が出ている部分が電波で接続できていて、その割合をツールで計測しています。その結果がこの数値で、SWIF オーディオ WT-09 が1位になりました。SWIF オーディオは 80% を超える接続率で堂々の1位。2位は定番機種の LINE6。3位にはカタログスペックが 15m となっている割に十分飛んでいた BOSS が入ってきました。4位は格安ワイヤレスでスペック的には 30m ってなっているくせに残念ながらこの中では最下位でした。はい、というわけで SWIF オーディオさんの WT-09 をレビューしてきました。形状は僕の手持ちのギターには全て使えましたが、特殊なジャックをお持ちの場合は確認が必要かなと思います。音質としてはシールドと遜色ないっていう印象でした。パッシブ用ってことですが、アクティブで使っても遜色なく使える印象ですね。で、レイテンシーもカタログスペック以上に速かったですし、無線接続においては僕の手持ちの機材の中では最も安定していました。小さくてかっこよくて、音も普通にシールドと大差なくて、レイテンシーも小さくて、何より接続の安定度がめっちゃ高い。販売価格は33,000円とのことなので、さすがマエストロシリーズって感じの佇まいや性能になっていると思います。今回のこの動画を参考に購入を検討されてはいかがでしょうか。それでは今日の動画はここまでです。今回の動画が面白いと思っていただけたなら、いいねとチャンネル登録をお願いします。励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。